皆さんこんにちは。今日は私の1週間についてお話しします。月曜日。私の月曜日は少し忙しいですが、とても充実しています。朝は早く起きます。起きたら、まず顔を洗って歯を磨きます。それから軽くストレッチをして体を動かします。朝の空気はとてもきれいで気持ちがいいです。時々窓を開けて外の空気を感じます。朝ごはんは簡単に食べます。ご飯と味噌汁、卵や野菜を食べることが多いです。時間がないときはコンビニでおにぎりやパンを買います。日本のコンビニはとても便利でいろいろな食べ物があります。準備をして電車で学校や仕事に行きます。月曜日の朝は電車がとても混んでいます。でもみんな静かに並んで順番を守ります。電車の中ではスマートフォンを見たり、本を読んだり、寝たりする人もいます。9時から勉強や仕事が始まります。授業では先生の話を聞いてノートを取ります。日本では時間を守ることがとても大切なので、みんな真面目に行動します。昼ご飯は友達と一緒に食べます。食堂で食べたり、お弁当を持ってきたりします。カレーやラーメンが好きでよく食べます。友達と話しながら食べる時間はとても楽しくてリラックスできます。午後も勉強や仕事を続けます。少し疲れますが頑張ります。わからないことがあれば先生や友達に聞きます。そうすると少し安心します。5時頃になると一日の活動が終わります。帰りの電車も混んでいますが、朝より少し落ち着いています。音楽を聴いたり、今日のことを考えたりします。家に帰ったら、まず少し休みます。それから晩ご飯を食べます。家族と一緒に食べることが多くて、とても楽しい時間です。魚や肉、野菜などバランスよく食べます。夜は宿題をしたり、テレビを見たりします。時々インターネットで動画を見ます。時間があれば少し散歩に行くこともあります。夜の街は静かでリラックスできます。最後にお風呂に入ってゆっくり休みます。そして明日の準備をしてから寝ます。月曜日は少し大変ですが、新しい1週間のスタートなので、とても大切な日です。火曜日。火曜日は月曜日より楽な気持ちになります。もう学校や仕事のリズムに慣れているので、落ち着いて一日を始めることができます。朝は早く起きて、顔を洗って歯を磨きます。それから軽くストレッチをして体を目覚めさせます。朝の時間は静かでとても気持ちがいいです。朝ごはんは簡単に食べます。ご飯と味噌汁、卵や野菜を食べることが多いです。
時々パンやヨーグルトを食べることもあります。準備をして電車で学校や仕事に行きます。火曜日の朝も電車は混んでいますが、月曜日ほどではありません。電車の中では音楽を聴いたり、スマートフォンを見たりします。9時から勉強や仕事が始まります。授業ではノートを取ったり、先生の話をよく聞いたりします。少しずつ内容が難しくなりますが、頑張って理解しようとします。昼ご飯は友達と一緒に食べます。食堂で好きなものを選んだり、お弁当を食べたりします。友達と話す時間はとても楽しくていい気分転換になります。午後も勉強や仕事を続けます。火曜日は集中しやすくていろいろなことがよく進みます。わからないことがあれば先生や友達に聞きます。5時頃になると一日が終わります。帰り道では疲れていますが気持ちは軽いです。時々コンビニによって飲み物やおやつを買います。家に帰ったら休んでから晩ご飯を食べます。家族と一緒に食べる時間はとても大切です。夜は宿題をしたり、テレビを見たりします。時間があれば本を読んだり、ゆっくりしたりします。最後にお風呂に入ってリラックスしてから寝ます。火曜日は落ち着いた一日で気持ちよく過ごすことができます。水曜日。水曜日は私の休みの日です。とても楽しみにしている日でゆっくりすることができます。朝はいつもより遅く起きます。急がなくていいので気持ちが楽です。起きたら顔を洗って歯を磨きます。それからゆっくり朝ごはんを食べます。パンや卵、ヨーグルトなど好きなものを食べます。朝の時間はリラックスします。音楽を聴いたり、スマートフォンを見たりします。時々部屋の掃除もします。部屋がきれいになると気分も良くなります。昼ご飯の後、外に出かけることがあります。友達と会ったり、カフェに行ったり、買い物をしたりします。日本のカフェは静かでゆっくりできるので好きです。時々公園に行って散歩をします。外の空気を感じるとリラックスできます。写真を撮ることも好きです。家にいるときは映画を見たり本を読んだりします。疲れているときは昼寝をします。休みの日は自分の好きなことをする大切な時間です。夕方はゆっくり晩ご飯を食べます。自分で料理をすることもあります。簡単な料理ですが楽しいです。夜は次の日の準備をします。カバンを用意したり、スケジュールを確認したりします。それからお風呂に入ってリラックスします。水曜日は休みの日なので、体も心もリフレッシュできます。また次の日から頑張ろうと思います。
木曜日。木曜日は学校とアルバイトがある日です。忙しいですが、毎週楽しみにしている日でもあります。学校では勉強をして、アルバイトではいろいろな人と会うことができます。朝はいつも通りに起きます。顔を洗って、歯を磨いて準備をします。朝ごはんを食べてから学校へ行きます。朝ごはんは一日の力になるので、できるだけ食べるようにしています。学校では授業を受けます。先生の話を聞いたり、友達と一緒に勉強したりします。難しい内容もありますが、新しいことを学ぶのは楽しいです。休み時間には友達と話したり休んだりします。昼ご飯は友達と食べます。学校の食堂を利用することもあります。いろいろな料理があるので、その日の気分で好きなものを選びます。午後も授業を頑張ります。授業が終わったら、アルバイトの準備をします。疲れていますが、気持ちを切り替えて仕事に行きます。アルバイトでは、お客さんに挨拶をしたり、仕事をしたりします。仕事が終わったら、家に帰って晩ご飯を食べます。一日が長いので疲れていますが、充実した気持ちになります。夜は休んで次の日の準備をします。宿題をしたり、必要なものをカバンに入れたりします。そしてゆっくり休んで寝ます。木曜日は忙しい一日ですが、学校で勉強して、アルバイトで経験を積むことができる大切な日です。金曜日。金曜日は一週間の終わりに近い日です。疲れていますが、週末が近いので、明るい気持ちで一日を始めます。朝はいつも通りに起きます。顔を洗って、歯を磨いて、学校や仕事の準備をします。朝ごはんを食べてから家を出ます。朝の街は人が多いですが、みんな急いで学校や会社に向かっています。学校では授業を受けます。先生の話を聞いたり、ノートを書いたりします。金曜日は一週間のまとめをすることも多いです。わからなかったところを復習すると少しずつ理解できます。昼ご飯は友達と一緒に食べます。授業のことや週末の予定について話します。友達と話す時間は楽しくて気分転換になります。午後も勉強を続けます。疲れている時もありますが、週末まであと少しなので頑張ります。やるべきことを終わらせると達成感があります。学校が終わった後、時間があるときは買い物に行ったり、街を歩いたりします。日本の街にはたくさんのお店があって、見ているだけでも楽しいです。家に帰ったら晩ご飯を食べてゆっくり休みます。一週間頑張ったので、夜は好きなことをします。映画を見たり、
音楽を聴いたりしてリラックスします。寝る前に週末に何をするか考えます。友達と出かけたり、家でゆっくり過ごしたりする予定を立てます。金曜日は疲れる日ですが、一週間の努力を感じる大切な日です。週末を楽しみにしながら気持ちよく一日を終えます。週末。週末は学校や仕事が休みなので平日よりゆっくり過ごすことができます。一週間頑張った後なので体を休めたり自分の好きなことをしたりする大切な時間です。朝は平日より遅く起きます。急ぐ必要がないのでゆっくり準備をします。顔を洗って歯を磨いてから朝ごはんを食べます。時間がある日は自分で料理をすることもあります。午前中は部屋の掃除をしたり洗濯をしたりします。部屋がきれいになると気持ちもすっきりします。また、次の一週間を気持ちよく始めるために必要なことを準備します。午後は友達と出かけることがあります。ショッピングをしたり、カフェに行ったり、公園を散歩したりします。日本にはきれいな場所や面白いお店がたくさんあるので、歩くだけでも楽しいです。天気がいい日は、外で写真を撮ったり、自然を楽しんだりします。季節によって景色が変わるので、日本の四季はとても魅力的だと思います。家で過ごす日もあります。その時は映画を見たり、本を読んだり、好きな音楽を聴いたりします。疲れている時は、ゆっくり休むことも大切です。夕方になると晩ご飯を作ったり、家族と一緒に食事をしたりします。料理をすることは楽しくて、健康にもいいと思います。夜は次の週の準備をします。学校や仕事の予定を確認したり、カバンの中を整理したりします。それからお風呂に入ってリラックスします。週末は短いですが、心と体を休ませる大切な時間です。好きなことをして、また新しい一週間を頑張る力をもらいます。皆さんこんにちは。今日は私の一週間についてお話しします。月曜日。私の月曜日は少し忙しいですが、とても充実しています。朝は早く起きます。起きたら、まず顔を洗って歯を磨きます。それから軽くストレッチをして体を動かします。朝の空気はとてもきれいで気持ちがいいです。時々窓を開けて外の空気を感じます。朝ごはんは簡単に食べます。ご飯と味噌汁、卵や野菜を食べることが多いです。時間がないときはコンビニでおにぎりやパンを買います。日本のコンビニはとても便利でいろいろな食べ物があります。準備をして電車で学校や仕事に行きます。月曜日の朝は電車がとても混んでいます。
でも、みんな静かに並んで順番を守ります。電車の中では、スマートフォンを見たり、本を読んだり、寝たりする人もいます。9時から勉強や仕事が始まります。授業では先生の話を聞いてノートを取ります。日本では時間を守ることがとても大切なので、みんな真面目に行動します。昼ご飯は友達と一緒に食べます。食堂で食べたり、お弁当を持ってきたりします。カレーやラーメンが好きでよく食べます。友達と話しながら食べる時間はとても楽しくてリラックスできます。午後も勉強や仕事を続けます。少し疲れますが頑張ります。わからないことがあれば先生や友達に聞きます。そうすると少し安心します。5時頃になると一日の活動が終わります。帰りの電車も混んでいますが、朝より少し落ち着いています。音楽を聴いたり、今日のことを考えたりします。家に帰ったら、まず少し休みます。それから晩ご飯を食べます。家族と一緒に食べることが多くて、とても楽しい時間です。魚や肉、野菜などバランスよく食べます。夜は宿題をしたり、テレビを見たりします。時々インターネットで動画を見ます。時間があれば少し散歩に行くこともあります。夜の街は静かでリラックスできます。最後にお風呂に入ってゆっくり休みます。そして明日の準備をしてから寝ます。月曜日は少し大変ですが、新しい一週間のスタートなので、とても大切な日です。火曜日。火曜日は月曜日より楽な気持ちになります。もう学校や仕事のリズムに慣れているので、落ち着いて一日を始めることができます。朝は早く起きて、顔を洗って歯を磨きます。それから軽くストレッチをして体を目覚めさせます。朝の時間は静かでとても気持ちがいいです。朝ごはんは簡単に食べます。ご飯と味噌汁、卵や野菜を食べることが多いです。時々パンやヨーグルトを食べることもあります。準備をして電車で学校や仕事に行きます。火曜日の朝も電車は混んでいますが、月曜日ほどではありません。電車の中では音楽を聴いたり、スマートフォンを見たりします。9時から勉強や仕事が始まります。授業ではノートを取ったり、先生の話をよく聞いたりします。少しずつ内容が難しくなりますが、頑張って理解しようとします。昼ご飯は友達と一緒に食べます。食堂で好きなものを選んだり、お弁当を食べたりします。友達と話す時間はとても楽しくていい気分転換になります。午後も勉強や仕事を続けます。火曜日は集中しやすくていろいろなことがよく進みます。わからないことがあれば
先生や友達に聞きます。5時頃になると一日が終わります。帰り道では疲れていますが、気持ちは軽いです。時々、コンビニによって飲み物やおやつを買います。家に帰ったら休んでから晩ご飯を食べます。家族と一緒に食べる時間はとても大切です。夜は宿題をしたり、テレビを見たりします。時間があれば本を読んだり、ゆっくりしたりします。最後にお風呂に入ってリラックスしてから寝ます。火曜日は落ち着いた一日で気持ちよく過ごすことができます。水曜日。水曜日は私の休みの日です。とても楽しみにしている日でゆっくりすることができます。朝はいつもより遅く起きます。急がなくていいので気持ちが楽です。起きたら顔を洗って歯を磨きます。それからゆっくり朝ごはんを食べます。パンや卵、ヨーグルトなど好きなものを食べます。朝の時間はリラックスします。音楽を聴いたり、スマートフォンを見たりします。時々部屋の掃除もします。部屋がきれいになると気分も良くなります。昼ご飯の後、外に出かけることがあります。友達と会ったり、カフェに行ったり、買い物をしたりします。日本のカフェは静かでゆっくりできるので好きです。時々公園に行って散歩をします。外の空気を感じるとリラックスできます。写真を撮ることも好きです。家にいるときは映画を見たり本を読んだりします。疲れているときは昼寝をします。休みの日は自分の好きなことをする大切な時間です。夕方はゆっくり晩ご飯を食べます。自分で料理をすることもあります。簡単な料理ですが楽しいです。夜は次の日の準備をします。カバンを用意したり、スケジュールを確認したりします。それからお風呂に入ってリラックスします。水曜日は休みの日なので、体も心もリフレッシュできます。また次の日から頑張ろうと思います。木曜日。木曜日は学校とアルバイトがある日です。忙しいですが、毎週楽しみにしている日でもあります。学校では勉強をして、アルバイトではいろいろな人と会うことができます。朝はいつも通りに起きます。顔を洗って歯を磨いて準備をします。朝ごはんを食べてから学校へ行きます。朝ごはんは一日の力になるので、できるだけ食べるようにしています。学校では授業を受けます。先生の話を聞いたり、友達と一緒に勉強したりします。難しい内容もありますが、新しいことを学ぶのは楽しいです。休み時間には友達と話したり休んだりします。昼ご飯は友達と食べます。学校の食堂を利用することもあります。
いろいろな料理があるので、その日の気分で好きなものを選びます。午後も授業を頑張ります。授業が終わったら、アルバイトの準備をします。疲れていますが、気持ちを切り替えて仕事に行きます。アルバイトでは、お客さんに挨拶をしたり、仕事をしたりします。仕事が終わったら、家に帰って晩ご飯を食べます。一日が長いので、疲れていますが、充実した気持ちになります。夜は休んで次の日の準備をします。宿題をしたり、必要なものをカバンに入れたりします。そしてゆっくり休んで寝ます。木曜日は忙しい一日ですが、学校で勉強してアルバイトで経験を積むことができる大切な日です。金曜日。金曜日は一週間の終わりに近い日です。疲れていますが、週末が近いので、明るい気持ちで一日を始めます。朝はいつも通りに起きます。顔を洗って、歯を磨いて、学校や仕事の準備をします。朝ごはんを食べてから家を出ます。朝の街は人が多いですが、みんな急いで学校や会社に向かっています。学校では授業を受けます。先生の話を聞いたり、ノートを書いたりします。金曜日は一週間のまとめをすることも多いです。わからなかったところを復習すると少しずつ理解できます。昼ご飯は友達と一緒に食べます。授業のことや週末の予定について話します。友達と話す時間は楽しくて気分転換になります。午後も勉強を続けます。疲れている時もありますが、週末まであと少しなので頑張ります。やるべきことを終わらせると達成感があります。学校が終わった後、時間があるときは買い物に行ったり、街を歩いたりします。日本の街にはたくさんのお店があって、見ているだけでも楽しいです。家に帰ったら晩ご飯を食べてゆっくり休みます。一週間頑張ったので、夜は好きなことをします。映画を見たり、音楽を聴いたりしてリラックスします。寝る前に週末に何をするか考えます。友達と出かけたり、家でゆっくり過ごしたりする予定を立てます。金曜日は疲れる日ですが、一週間の努力を感じる大切な日です。週末を楽しみにしながら気持ちよく一日を終えます。週末。週末は学校や仕事が休みなので平日よりゆっくり過ごすことができます。一週間頑張った後なので体を休めたり自分の好きなことをしたりする大切な時間です。朝は平日より遅く起きます。急ぐ必要がないのでゆっくり準備をします。顔を洗って歯を磨いてから朝ごはんを食べます。時間がある日は自分で料理をすることもあります。午前中は部屋の掃除をしたり洗濯をしたりします。
部屋がきれいになると気持ちもすっきりします。また、次の1週間を気持ちよく始めるために必要なことを準備します。午後は友達と出かけることがあります。ショッピングをしたり、カフェに行ったり、公園を散歩したりします。日本にはきれいな場所や面白いお店がたくさんあるので、歩くだけでも楽しいです。天気がいい日は、外で写真を撮ったり、自然を楽しんだりします。季節によって景色が変わるので、日本の四季はとても魅力的だと思います。家で過ごす日もあります。その時は映画を見たり、本を読んだり、好きな音楽を聴いたりします。疲れている時は、ゆっくり休むことも大切です。夕方になると晩ご飯を作ったり、家族と一緒に食事をしたりします。料理をすることは楽しくて、健康にもいいと思います。夜は次の週の準備をします。学校や仕事の予定を確認したり、カバンの中を整理したりします。それからお風呂に入ってリラックスします。週末は短いですが、心と体を休ませる大切な時間です。好きなことをして、また新しい1週間を頑張る力をもらいます。